お世話になっております。マサルです。今回は Linux のパッケージとリポジトリについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りしています。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマはパッケージとリポジトリとは何かです。先に結論です。パッケージとはアプリケーションの配布形式のこと。リポジトリとはパッケージを管理している場所のことを言います。詳しくお話ししていきますね。まずはパッケージからお話ししていきます。早速こちらの問題に挑戦してみてください。Linux のパッケージとは何を指しますか？正しいものを一つ選択してください。1、ソフトウェアやその関連ファイルをまとめたもの。2、コンピューターのハードウェア設定ファイル。3、ネットワーク接続のプロファイル。4、OS のカーネルそのもの。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はこちら。1、ソフトウェアやその関連ファイルをまとめたもの。これが Linux のパッケージです。詳しく説明していきます。Linux の勉強を始めると、パッケージ管理とか DEB 形式とか RPM 形式とか、そういう言葉がよく出てきます。最初はこういう言葉がとても難しく感じますが、今回のパッケージの話を聞けば理解できるようになります。例えばサーバー管理者が HTTPD というウェブサーバーのソフトウェアが欲しいと思ってダウンロードしています。この時 HTTPD の実行ファイルだけをダウンロードしてきてもうまく利用することができません。これを飲食店に例えると、カレーを注文してカレーだけが出てきているのと一緒です。カレーを食べるんだったらスプーンもいるし、お水もあった方がいいですよね。そこで利用されるのがパッケージという配布形式です。ほとんどの Linux システムではソフトウェアをパッケージという単位で管理しています。よって HTTPD のソフトウェアをダウンロードするときにはパッケージという単位でダウンロードしてきます。このパッケージの中には実行ファイルだけではなくて、設定ファイルやマニュアルなど、そのソフトウェアを利用するために必要なものがセットになっています。先ほどの飲食店の例で言うと、カレーを注文するとスプーンがついてくるのはもちろん、お水もついてくるし、さらにアレルギー情報など必要なものが一緒についてくることになります。パッケージ単位でソフトウェア管理をするメリットがこれでイメージできますよね。ただし少し厄介なのが、パッケージ形式はディストリビューションの系統によって分かれます。レッドハット系なら RPM 形式、デビアン系なら DEB 形式。例えばスマホの AI アシスタントの場合、Android だと OK Google と話しかけて、 iPhone なら Hey Siri と話しかけるようなものです。自分が使っているディストリビューションによってパッケージ管理で利用するコマンドを使い分ける必要がある。ここはとても大切なポイントなので、しっかり覚えておきましょう。ここまでの話を聞くと冒頭の話もイメージできますよね。パッケージ管理の DEB 形式とはデビアン系のパッケージ管理方式、 RPM とはレッドハット系のパッケージ管理方式です。Linux 試験ではレッドハット系、デビアン系両方を覚えなくてはいけないので大変ですが、系統による違いがあるということを意識して整理していけば多少覚えやすくなると思います。 Linux レベル1では特にパッケージ管理方式のコマンドを覚えるのが大変なところですが、ここは頑張りどころです。少しずつ覚えていきましょう。次はリポジトリについてお話ししたいと思います。それではこちらの問題に挑戦してみてください。リポジトリとは何ですか？該当するものを一つ選んでください。1、ソフトウェアを管理するためのコマンド。2、
ソフトウェアやパッケージが保存されている場所。3、システムが起動する際に使用するファイル群。4、ハードウェアドライバの設定情報。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は2番、ソフトウェアやパッケージが保存されている場所。これがリポジトリです。先ほどこちらの図を見ていただいたので、きっと正解できた方も多かったと思います。リポジトリとはソフトウェアやパッケージが保存されている場所ですね。少し深掘りしてリポジトリの種類についてお話ししていきたいと思います。リポジトリの種類は大きく3つです。各ディストリビューションが公式に提供している公式リポジトリ、個人や企業が提供するサードパーティーリポジトリ、そしてユーザーが自分で作成するローカルリポジトリです。最初のうちは公式リポジトリを使うことが多いと思います。イメージとしては、皆さんがスマホのアプリをダウンロードするときのアプリストアのような存在だと言えます。ちなみにキラーコーダの Ubuntu 環境の場合、リポジトリはこちらの URL が指定されていました。これは Ubuntu の公式リポジトリの URL です。つまり Ubuntu というディストリビューションの公式リポジトリにアクセスしてソフトウェアをパッケージとしてダウンロードしてきているということですね。リポジトリのイメージできましたでしょうか？それでは今回のまとめに行きましょう。今回はパッケージとリポジトリについて一緒に勉強しました。パッケージはアプリケーションの配布形式です。パッケージには実行ファイルだけではなく、マニュアルや設定ファイルなど、そのソフトウェアを利用するのに必要なものがセットになっています。そしてそのパッケージを管理している場所がリポジトリです。多くの Linux システムではアプリケーションをパッケージという単位で管理しています。なのでパッケージ管理が管理者には求められます。パッケージ管理は Red Hat 系と Debian 系でコマンドが異なることも覚えておきましょう。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で孤独に勉強するのが大変という方はお気軽に参加してみてください。ちなみにオフ会も頻繁に実施しています。今度は京都水族館にみんなで行く予定があったりもします。京都水族館はオオサンショウウオが有名らしいので、私もとても楽しみにしています。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携していただければすぐに参加できます。皆さんのご参加お待ちしております。最後におまけトークです。今日はパッケージについて一緒に勉強しました。コンビニのお弁当もパッケージ化されていると言えますよね。美味しいご飯とおかずがセットになって売られています。ただしお箸はお客さんの要望に応じている、いらないを決めることができますよね。この間出張先のコンビニでお弁当を買った時、お箸をつけますかじゃなくて、お箸はつけなくても良いですよねと聞かれたんですよね。もしかしたら素手で食べるタイプの人に見えたのかもしれませんが、お箸は必要な前提で聞いてもらえると嬉しいなと思いました。以上、おまけトークまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。